こんにちは、平地はるみです。今日は冬の代表の処方ともいえる当帰四逆化五種油小経湯という処方についてお話ししていきたいと思います。この処方はですね、冬は本当によく使うんですけども、冬でなくても女性なんかの例えば不妊症なんかによく使ったりします。まずこの長い名前についてなんですけども、当帰四逆湯という処方があってですね、ここに五種油と生姜、生薬名で生姜で食べ物の生姜のことですけども、こちらを加えたという意味で加という字が使われています。漢方の場合は処方の名前の付け方の法則として、何か薬草生薬をその処方にプラスするときはこの加という字を使います。ですので当帰四逆湯、この上の黒い字で書かれた部分が当帰四逆湯なんですけども、そこに五種油とそれから生姜、生姜が加わったものと考えてください。このですね、五種油ですけども、こちらは、このような粒なんですけども、この時点で煎じてなくてもちょっと香りが漂ってきますけども、飲むとですね、ちょっとビリッとしてこれが入っているものは絶対飲めないっていう患者さんもたまにいらっしゃいます。ただエキス剤にしてしまうと、その飲みにくさっていうのはそれほど感じない方がほとんどですので、煎じ薬がもしダメだったらエキス剤なんですが、本当は煎じ薬で飲んでいただきたい処方の代表でもあります。まずですね、この四逆って何なのかっていうお話なんですけども、これは四肢逆冷といって、四肢というのは手足4つですね、そこの先から冷えていくような、そういう冷え方をする方の症状ということになります。代表的なのは冬に多い霜焼けですけども、霜焼けの患者さんって意外といらっしゃるんですよね。手だけではなくって耳が痒くなる方とか、足の先とかですね、そういうところが血行が悪くなって冷えて、そして炎症を起こして痒くなったりするという症状なんですけども、軽いものから重いものまでですね、結構冬場になるといらっしゃいますし、場合によっては冬でなくても、かつてお豆腐屋さんやってる患者さんがですね、手のやはり霜焼けがひどくて見えてこの処方を出したということもありました。ですので職業柄そのように常に冷たいものを扱う方で、なおかつもともとお体がそのように冷えやすい方というのは、この処方がぴったりということになります。で、冷えると悪くなる病気というのはすごくたくさんあるんですけれども、頭痛とかですね、それから、胃腸が痛むとか神経痛、それから女性でいうと月経痛ですとか、月経異常、生理痛、生理不順ですとか、あとはですね、不妊症の方なんかに、この処方を加減して使うことが多くあります。私の漢方薬の師匠は、お亡くなりになった寺師牧草先生ですが、寺師先生のところで臨床を見学させていただいた際に、私が見ていた頃というのは、一番この処方が多かったんじゃないかなと思うんですが、当帰四逆湯、これは、今回は五種油小経湯ですけども、当帰四逆湯に武士を加えてよく使っていらっしゃいました。でそれがエキス剤じゃないとっていう方には、この当帰四逆か五種油小経湯を処方されていたように記憶してます。それから館林松鶴堂、こちらも私がかつて勤務させていただいた漢方メーカーなんですけども、松鶴堂では、当帰四逆か五種油小経湯に人参を加えまして、そして、製剤化された上楽っていう製剤があります。考え方として、武士っていうのは割とこうガーッとバーナーのように
体を急速に温めるんですが、人参はもうちょっとじわじわと、補いながら温めるということで、消化空洞流の考えでは武士よりかも人参を、加える方が一般的であるというふうに、会長から習いました。で、保険適用にもなっている当帰四逆化五種油小経と長いお名前なんですけれども、非常に切れ味が良い、冷えの処方、今日は四肢逆冷という言葉を、覚えていただくといいなと思います。ただ冷えるだけでしたらそれほど大きな問題ないんですが、このようにいろいろな症状につながってしまうということで冷えはちょっと厄介なんですね。特に女性の、婦人科系の疾患症状というのは、かなり冷えが大きな影響を与えている方が多いですので、こういう温めるという発想で治療していくと、なかなか普通の標準的な西洋薬の治療ではうまくいかなかったものもうまくいって、なかなか赤ちゃんができなかった方が赤ちゃんができるなんていうこともよくあります。冷えは養生も大事になりますので、食事とかそれから睡眠不足しないようにとかですね、いろいろ気をつけていただいて、さらにこういう温める処方、飲んだりお灸をしたりっていうことを合わせてやっていただくと冷えを乗り切れるんではないかと思います。今週末から来週にかけて寒さのピークになるようなことも聞いておりますので、皆さんも冷え対策万全にしてお過ごしいただければと思います。どうもありがとうございました。